つもりが1週間ぐらい前から。2、3週間前。2、3週間前。徐々に。はい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 。もうそうですよね。普通にお皿洗いとかしてたら、もう満足に洗えないぐらいな感じでしたよね。わかりました。で、先ほどちょっと外回り調べさせてもらって、施工する順番をご説明できればと思うので、ちょっと一緒に外よろしいですか。今まで台所が外のどこにつながってるとかってご存知でいらっしゃいますか？今調べさせてもらって、この裏が台所っていう感じでして、で今何も見えないような状態なんですけども、ちょっとすいません、足でやっちゃいます。ここに台所のおそらく排水管らしきものがつながってまして、これを開けさせてもらうと、こんな感じで、これが多分もうほとんど油分ですねがもうベトーっと配管の下にいるような感じなので、流れが悪いのかなっていうところなので、まず外回りから清掃させていただいて、あと最後中やって、で缶の中、カメラで一緒に見ていただいてっていう順番でできればと思いますので、じゃあちょっと外回り高圧洗浄を動かしたりするので、ちょっと遅くなりますので、その辺だけご了承お願いいたします。画面見れますか？こちらから、こちらで結構多分油出てくると思いますので、水跳ねるかもしれないです。
もうあれなんですよね。この先で、ここのサイズ、排水管のサイズ自体は100パイっていう、まあ、戸建ての住宅だと目いっぱい大きいサイズではあるんですよね。で、このすぐ先で50パイっていうサイズに落としてるっぽいので、おそらくその50パイの中にこのでっかいやつがいたのかなっていうところですね。さっきワイヤーでこのマスのちょっと先ぐらいまでは入れたので、お、でかいでかい。おお、すごい。また入れていきます。がちょっと汚れてたりするので、これは一番最後やっていきますね。なのであと手袋交換したりして、また中、入らせていただいて、トラップ外したりとか、ちょっとそこからカメラで見てみたりとかやっていきます。まあ、多分あれなんですよね。
トラップ内がすごく汚れてるのかなというところですね。そうですね、これがトラップっていう部材なので、ちょっと抜けるまで待ちますね。すいません予想外だった。まだトラップが汚れてるのかな。ただホース自体はかなり近くまではいってるんですよね。こんな感じのこんな感じですね。これちょっと外でバーッと洗ってきちゃいますね。まあ水溜まるところなのでここが一番汚れやすいっていうのもあるので、あとそこの口周りも汚れてるので、その辺も最後というか中清掃するときにやっていきます。ビシビシですね。じゃあ洗ってきちゃいます。入れたメーター数なので入れていきます。で下降りてってこれで外に向かってこれが食洗機とのつなぎですね。水溜まってないですね。大丈夫そうだ。はあ、っきり使ってるのかこれ。この辺りが水が溜まってるかなっていうところなんですけど、まあ、そこまで気にするあれではなさそうなので、というところですね。ごめんなさい。これ以上ちょっと先がいかないんですけども、まあ、5メートルの段階でもうほとんど外のそうですね。行って外の2番目に清掃したところの多分30センチ手前とか40センチ手前ぐらいだと思うんですよ。ただまあここまで見れてるので、ワイヤーはしっかり入れてるので、まあ、他も全部油は落ちてるので大丈夫かなというところで、じゃああとお部屋うちは片付けして、でなんか配管はあれでしたね。大丈夫そうですね。なんか動いててなんかそれで下がって勾配悪くなってないかなって心配だったんですけど、特に問題なさそうなので、この辺片して、あと外回りを全体的に高圧洗浄かけて終わりになります。
感じですと、また5、6年後に同じぐらい詰まるっていうことも考えられますので、例えばなんですけど、こういったシンクの水を溜める用の蓋とかってホームセンターとかで売ってるんですよ。で、こうやって溜めていただいて、別にお鍋とかでもいいんですけど、で溜めてからこれを取ってあげて、水をドバーッと流してあげると、水の勢いと油がこうごっちゃになって外に流れていくような感じにはなりますので、詰まり予防としてはこういったのが一番簡単にできるやり方かなっていうところですね。こんな感じで、そうです、そうです、そうです。やっていただけると、例えばもうご使用後、ご夕飯後とかで一番最後の時にこうやってあげると、長持ちはするかなっていうところですね。これで終わりますので、あと片付け終わったらまたご報告いたします。